私はホンダが川崎周辺で開催している CL250 の報道試乗会に参加しています。発表試乗会いつも時間が短い上に今回は川崎周辺ということでちょっと走りどころが難しいのですが、その中でできるだけこの CL250 についてお伝えしていきたいと思います。それでは今回試乗したホンダ CL250 の外観、スペック、装備などをざっと確認していきましょう。全長は 2175mm、全幅は 830mm、全高は 1135mm、ホイールベースは 1485mm、最低地上高は 165mm、シート高は 790mm、車両重量は 172kg となっています。タイヤサイズはフロントが1108019インチ、リアが1507017インチです。エンジン形式は水冷4ストローク4バルブ DOHC の単気筒で、ボアストロークは 76mm×55mm、総排気量は 249cc、圧縮比は 10.7 で最高出力は24馬力8500回転、最大トルクは23ニュートンメーター6250回転となっています。登場以来数多くのモデルに搭載されたこのエンジンですが、この CL250 では CRF250L のカムシャフトを採用しており、低中回転域重視のキャラクターが与えられています。エキゾーストパイプ、サイレンサーの外観はご覧の通り、スクランブラーモデルらしいアップタイプのデザインもさることながら、走行中の排気音がこのモデルの大きな魅力となっています。フレームはエンジンを車体の強度メンバーとして利用するダイヤモンドタイプ。メインフレーム部分はレブルと共有していますが、シートレールは全くの新作となっています。フロントサスペンションは 41mm 系のインナーチューブを持つ整列タイプのテレスコピックフロントフォーク。フラットダートの走行を想定して 150mm のストロークが与えられています。リアサスペンションはシンプルなツインショックと円形の断面を持つスイングアームの組み合わせ。こちらも 145mm のアクスルトラベルが与えられており、プリロードの調節も可能です。またこのスイングアームはピボット部に向けて内側に追い込まれており、スリムな車体構成に貢献しています。フロントブレーキは日清製片押しタイプ2ポットキャリパーを持つセミフローティングタイプのシングルディスクブレーキ。リアも同じく日清製片押しタイプ1ポットキャリパーを持つシングルディスクブレーキとなっています。ハンドル周りのデザインはご覧の通りです。左右のグリップ、スイッチボックス、レバー類は極めてオーソドックスなものを採用しています。メインスイッチはタンクの下、車体左側にあり、別体式のステアリングロックはこの位置にあります。メーターパネルはシンプルな反転液晶タイプを採用。スリムでやや長さが感じられる燃料タンクの容量は12リットル。給油口にはエアプレーンタイプを採用しています。シート形状は薄くフラットでやや幅広な印象。今回は短時間の試乗でしたが座り心地も優秀でした。シート後端部には荷掛けフックなどはない模様で、荷物の積載にはアクセサリーや工夫が必要になるでしょう。シート下にはほとんど空間が残されていませんが、 ETC 車載機を想定したスペースが設置されています。左右のステップ、ペダル周りの外観はご覧の通りです。ステップには快適性を向上させるためのラバーが装着されており、これは中空タイプとなっています。透過器類はすべて LED を採用しています。それでは時間もないので早速走り出したいと思います。トラックなどの交通量が多いんでなかなかお伝えするのが難しいんですが、まずこのモデルの第一印象としては音が想像していた以上に勇ましいなという感じがしています。周りの交通の音がうるさいんで、海底トンネルを渡って川崎市街の方に向かってみたいと思います。で、時間が短いのでこうして止まってる間もお伝えしていこうと思いますが、このモデル発表と同時にレベル250に似てると言われていましたが、メインフレームとエンジン、
メインフレームは一部なんですけれども共有しているということで、確かに私が見てもレベル250の面影はかなり強いなという感じなんですが、実際に乗ってみるとレベル250とは全くの別物だなという感じがしています。具体的に言うと、このモデルのシート高はレベル250よりも10センチ高い、そして比較対象として適切かどうか分かりませんが CRF250L と比べると4センチ低いということになっています。ですので数値的にも座った印象としてもレベル250に近いというよりは、むしろ CRF250L の現行スタンダードモデル、ローダウンされた標準モデルの方に近いと私は感じています。走り出すとこんな感じで、エンジンの方はそんなにドコドコしているわけではなく、どちらかというと私はトルク変動も少なめでスムーズなエンジンだなと思うんですが、この手法は GB350 と少し似ているなと感じていて、こんな感じでスロットルを大きく開けると、このちょっと高温成分が強調された排気音によってあたかもエンジンのトルク変動も大きく、そして振動もちょっと大きいような、そんな印象になるんですね。この辺りの実際のエンジンのトルク変動、振動ではなく音によってまるでエンジンがドコドコしているような、トルク変動が大きいような、そんな印象を与えるというのは、ここ最近のホンダは本当にうまいなと思います。こんな感じでエンジンを少し回しても排気音が連続的にならないのがいいなと思います。はい、今ブレーキをかけてみましたが、私がイメージしていたよりもフロントフォークが大きく沈むというか、フロントフォークのその沈み込みの初期の動きがソフトだなという感じがしています。その割にリアも基本的にはしなやかではあると思うんですが、フロントと比べると踏ん張り感がしっかりしていて、比較的動きにくいリアに対してフロントが大きく動くというような、バイクの前回りのピッチングを楽しむような、そんな乗り味になっているかなと思います。ここはトラックなどの往来が多いので道が結構荒れているんですが、やはり特にフロントがソフトですね。はい、ここはご覧の通りちょっと滑りやすい路面、砂利みたいなものが散らばっていますが、こういうところだとフロントフォークが先ほど沈み込みの初期がソフトだと言いましたが、その関係もあって結構安心してフロントブレーキのレバーを引けるなという印象です。はい、今もとんでもない大穴に落ちましたが、フロントフォークやはりソフトだなという感じがします。あとハンドリングに関してですが、先ほど技術説明もあり、このモデルは皆さんご存知の通りメインフレームとエンジンをレベル250と共有しているということなんですが、皆さん思い出してほしいのは、レベル250はナチュラルなハンドリングを得るためにステアリングシャフトとフロントフォークの間にオフセット角、確か1度か2度だったと思いますが設けられていたと思います。そのオフセット角はこのモデルにはないということで、こうして乗ってみるとやはりですね、フロントフォークが寝ていて、そのオフセット角によって自然なハンドリングを得ているレベル250と比べると、よりこの CL250 の方がナチュラルで安心感のあるハンドリングだなと思います。レベル250もああいう姿のバイクとしてはとてもハンドリングが優れていたモデルなのですが、安定性の中にそういったナチュラルなハンドリングを求めていたのに対して、
このモデルはもう根っから自然なハンドリングが得られているといった印象です。その一方でフロント周りの安定性も高く、これはどこから来ているのかというと、私はおそらくフロントの19インチホイール、タイヤがもたらしているのではないかと思います。今も前の遅いトラックについてゆったりと流しているんですが、こういった時もフロントが17インチなどと比べると、やはり19インチのホイール、タイヤというのはかなり大きくて、それが回転することによって発生するジャイロ効果、これによってですね、フロント周りがかなり落ち着いているなという印象で、ここも夜になるとね、景色としては工場夜景などが綺麗な一角なんですが、こういったところをね、眺めながらちょっと走ったりとかしても、ちょっとやそっとでは進路を乱すようなことがない、そんな感じのハンドリングになっていて、とてもいいなと思います。これは偶然にも先日まで CRF250L の S、そして CRF250 ラリーの標準モデルに乗っていた私としては、やはりですね、このモデルの乗り味、姿はともかくとして、このモデルの乗り味としては、やはりどちらかというと、レベル250よりは、ずっと CRF250L の現行の標準モデル、ローダウンされたモデルに近いなと感じます。はい、今、あえてギャップの多いところを走っていますが、ここは昔の線路のようですね。ここは全く違いますけれども、これであればおそらくフラットダートなども楽に走れるのではないかと思います。それぐらい前後のサスペンションしなやかで、特にフロントはよく動いてくれますし、19インチホイールがこの辺りではいい仕事をしているなという印象です。それにしてもこの音、いい音ですね。なんとなくサイレンサーの筒が長いような、ちょっと反響音多めの音がして、これもなかなかいいなと思います。はい、今ブレーキをもう一度確認しています。まずリアブレーキから。リアブレーキかなり効きますね。ペダルの踏み応えは少しソフトなんですけれども、そのソフトな踏み応えに応じてリアブレーキの制動力もリニアに立ち上がるといった感じです。フロントは先ほどコメントした通りの印象です。このようにフロントのブレーキのレバーを引くと、まずそのブレーキの制動よりもフロントフォークがまず軽く沈んでくれて、そこからブレーキがじわっと制動力が立ち上がるという感じなので、やはりこのフロントブレーキ、こういった荒れた路面を走っていても扱いやすくもあり、信頼感もあるなと思います。実はエンジンのフィーリングに関しては、これもどちらかというと CRF250L に近いなと私は感じています。レベル250のエンジンと基本的には共通なんですが、カムシャフトが CRF250L のカムシャフトと同じものを使用しているということなんですよね。ですのでご存知の方も多いと思いますが、 CRF250L はモデルチェンジされて、エンジンのキャラクターとしても低中速域重視で、このようにパカッと開けた時の歯切れが良くなった。でこのエンジンもその同じカムシャフトを使っているということで、そうですね、給排気系が違うので、私は若干こちらの CL250 の方がスムーズだなと感じるんですけれども、こうパカッと開けた時のこの排気音、ババッという排気音とか、この前へ出ていく感じなどは CRF250L に近いかなと感じています。この辺りもね、このモデルのレベルとは違うポイントなのではないかと思います。あとライディングポジションに関してですが、私は身長179センチで、こうしてごく自然にこのバイクにまたがって両方のグリップを握ると、上半身はまず背骨の角度でいうと1度ぐらい、1度か2度ぐらい本当に軽く前傾かなといった印象です。でグリップの高さはそうですね、先ほど CRF250L に近いと言いましたけれども、それよりはさすがにハンドルバー、グリップの位置は低いかなといった印象。ただ幅はあんまり変わらないような気がしますね。ですのでこの辺りは
CRF250L はオーナーの方が多いと思うので、どんな感じかイメージしやすいのではないでしょうか。今私はステップから真上に足を上げているんですが、7、8センチぐらいは楽に上がるようなので、こうして普通に乗っているとタイトな印象なんですが、実際にこうやってやってみると膝周りも結構余裕があるんだなといった感じです。ですので足元に関してはタイト感はあるんですけれども、窮屈なほどではないといった感じだと思います。できればですね、ダートは無理としても高速道路に乗りたかったんですが、それもねちょっと時間切れといった感じで、本当にねこういった一般道を走ったそのごくごく表面的なというかさらっとした内容しかお伝えできませんでしたが、まずは第一報として CL250 の感触をお伝えしました。それでは。